ジム・ジョーンズ氏が1955年に人民寺院を設立した時、その恐ろしい結末を予想できた人はごく少数だったはず。この進歩的な宗教運動は人気を博し、サンフランシスコの最も有力な政治家からも支持を得た。しかし1977年に洗脳や虐待が行われていると暴露されると、ジョーンズは数百人の信者と共にガイアナへと移住し、ジョーンズタウンにコミューンを作った。理想郷を謳っていたが、内実はむしろ捕虜収容所に近いものだった。状況を調査するため議会から派遣団が送られると、ジョーンズは最終計画を実行に移す。1978年11月18日、子供を含む909人の男女が毒入りのソフトドリンクを飲まされて死亡した。この事件のゾッとするイメージは、カルト的思考に取りつかれていることを意味するクールエイドを飲んでいるというスラングに名残をとどめている。今日世界には何千というカルトが存在する。カルトについて覚えておくべき重要なことが2つある。一つは、全てのカルトが宗教的なものではないということ。政治的なもの、セラピーを中心とするもの、自己啓発を主眼とするもの、その他のものがある。逆に新興宗教が全てカルトというわけでもない。では、現代のカルトの定義とは、また人はなぜカルトに加わるのか。大まかに言うと、カルトとは通常何か極端な思想に傾倒するグループないしは運動で、典型的には一人のカリスマ的指導者によって体現されている。ジョーンズタウンや1997年に39人が集団自殺をしたヘブンズゲートのような破滅に至るものはそう多くはないが、多くのカルトに共通する特徴がある。典型的なカルトはメンバーに対し強い献身を求める。また厳格な階層構造を維持し、疑うことを知らない支持者や新入りを内部の仕組みから切り離している。その教義を通じて人生における最大の疑問に答えると主張し、新規入会者を真の信者へと仕立てるのに必要な変化のためのレシピを持っているのだ。特に重要なのは、メンバーを服従させるため系統的に影響を与えコントロールする公式、非公式両方の手段を用いること。内部における意見の不一致や外部からの批判に対しては寛容ではない。そのような説明の何らかの部分は確立された宗教にも当てはまるのではと思うかもしれないが、実際カルトの語源のカルタスは儀式を行い寺院を維持して特定の神々への信心を育む人を指す言葉だった。しかしそれがやがて過度の信仰を意味するようになる。多くの宗教はカルトとして始まるが、成長とともにより大きな社会の中に溶け込むようになる。現代的なカルトは対照的にメンバーを外部の人々から切り離そうとする。メンバーにより良い人生のために指針を与える代わりに、カルトは信者を直接的に支配しようとする。その支配は個人的な人間関係や家族関係から金融資産や生活環境にまで及ぶ。カルトはまた人間の指導者への服従を要求する。指導者は非常に説得力があり権威的で、ナルシストの傾向があり、金、セックス、権力、あるいはその全てを動機としている。カルトの指導者はその個人的なカリスマ性によって初期の信者を引きつけるが、拡大するにつれてネズミ講のようになり、古いメンバーが新しいメンバーを集める。カルトは誰がターゲットに適しているか把握するスキルがあり、地域の新参者や最近個人的ないしは仕事上の何らかの喪失を経験した人などを狙う。孤独だったり意味を望んだりする人はコミュニティに誘ってくれる友好的な相手の影響を受けやすいのだ。勧誘のプロセスは一見分かりにくく、関係を築くために何ヶ月もかけることもある。事実、カルト加入者の3分の2は友人や家族や同僚から勧誘されており、誘いを断りにくくしている。ひとたびカルトに加入すると、様々な形で強化を受けることになる。社会行動を模倣する、命令に従うといった人の自然な傾向を利用するものもあれば、もっと強硬なものもあり、罪悪感や羞恥心や恐怖に訴える威圧的な説得テクニックを用いたりもする。多くの場合、メンバーは所属欲や約束された褒美を得たい気持ちから進んで従う。カルトの環境は批判的思考を妨げ、周りのみんなが完全な信心を示すことで疑いを口にすることを困難にする。その結果、認知的不協和と呼ばれる内的な葛藤が生じて囚われの状態になる。一つ一つの妥協が自分は騙されていると認めることをより辛くする。カルトの多くはメンバーを死に追いやることはないにせよ有害であり得るのだ。
思想、言論、人間関係の自由を否定することでカルトはメンバーの心理的・感情的な成長を阻害する。子供の場合は特に問題で、正常な成長のための活動や道しるべを取り上げられることになる。それでもカルトメンバーの多くは最終的には出口を見つける。自分で気づくことも、家族や友人の助けによることも、外的な圧力やスキャンダルでカルトが崩壊することもある。カルトの多くは識別が難しく、それがいかに奇妙に見えようとも、信仰は宗教の自由によって保護されている。それでもその活動がハラスメントや恐喝や違法行為や虐待を伴う場合には、法が介入することができる。何かを信じることは家族や友人を犠牲にすべきではない。大義のために人間関係や道義を犠牲にするよう求めてくるとしたら、その人は自分自身のために他人を利用しようとしている可能性が高いと言えるだろう。この動画を見て精神を研ぎ澄まし、意思決定スキルの向上を継続的に行いましょう。そしてチャンネル登録をお願いいたします。そうすれば新しい学びのチャンスを逃すことはありません。